サイキックフィーバーの剣です。自分のルーツは、空手とカウボーイにあると思っていて、幼少期から空手をしていて、礼に始まり礼に終わるソウルだったり日本魂っていうものをすごく昔から大切にしてきて、サイキックフィーバーとしてアーティストとして活動するようになって、カウボーイのカルチャーに出会ってリスペクトして、それをたくさん学んでいくうちに空手とカウボーイの共通点を自分の中で見つけ、いろいろな、生き方だったり何のために生きているのか、人のために生きるために働くっていうものをすごく自分の中で自分の生き方とすごくマッチしているところがあって、自分のルーツかなと思います。そしてアイデンティティとして何事もリアルであることが自分は大切だと思いますし、本物を追求するっていうことが自分剣であるためにすごく大切な要素だと思っています。最近かぶるじゃん、踊ってたら。でもこの端っこのやっぱりギターベースの人たちはちょっと前から見えてた方がいいんじゃないですかね。多分これ4番ぐらいじゃん、これ多分6番じゃん、ここぐらいじゃん、端っこの人だってなんかそんなかぶる。じゃあ2回なくしたらバンドメンバーの下にそうちょっと台作ってガッてやって、そのタイミングで前じゃなくてちょっと内に寄せるとか、フラットにするとかわかんない。それもしなくてもいいし、パラダイスの MV みたいなのが J そう本当にそう、なんかだんだんってなってる。そこ考えたらめっちゃいいぐらいでも、今回 DJ 亮がコーナーDJ を置かないんじゃないか、そこはそんなにバンドさんのことだけは。よし、頭からカウントでいこう。はい、お願いします。ではテレレ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 ドンつくつく3、4、5、6、7、8 3、4、5、6、7、8ガッタタタタタ1も今回のツアーではルーツというテーマだったりアイデンティティというものを大切にしているツアーになっていて、ツアーの構成自体も昔デビュー当時からやっている楽曲だったり、そして今新しくできている楽曲だったりっていうものをしている中ですごく難しいところがあって、その時の感覚だったり今までの思いっていうものをすごく大切にしないとルーツっていうものを表現することは難しいと思っていて、僕たちがデビュー当時にやっていた楽曲を表現する中でリハーサルをしていく中で今の自分たちでその楽曲を表現しているのではあるんですけど、やっぱりその楽曲ができた当時の自分の思いだったりとか、その時のサイキックフィーバーの熱みたいなものをしっかりと思い出すことっていうのがすごく難しいことですし、やっぱりこのルーツとかアイデンティティっていうものは自分と向き合うことがすごく大切ですし、自分に向き合って自分の思いだったり心を改めて確認することはすごく難しいことなんですけど、自分たちを理解するっていうことが今回表現するための鍵になってくると思います。そしてリハーサルではやはりそこの自分を理解するっていうところが、それと自分たちを理解する、サイキックフィーバーを理解するっていうことが一番ルーツを表現する上で大切なことだと思っているので、ここは時間をかけてしっかりと考えていきたいですし、皆さんの前でルーツとしてツアーを表現する、ライブを表現する時にはそれをしっかりと体現者として思いを伝えていきたいと思っています。そうです、リハ初日なんで今さらえたのは頭ぐらい、1曲2曲3曲ぐらいですけども、ルーツなんで、音楽的に多分自分たちが今まで聴いてきたような、幼少期から聴いてきたそれこそ EXILE3 代目みたいなところも匂わせつつ、なんかグループとしてのルーツ感を出せたらいいのかなと思うので、
なんか今回の多分ルーツのツアーの瀬戸りは多分7人で全部見せる感じが多いんで、なんかすごいファンの人は喜んでいただけるんじゃないかなと思いますし、曲のチョイスも結構パフォーマンスしてるけどちょっと期間が空いちゃった楽曲とかもやるので、それはすごい喜んでもらえるポイントはすごいあるんじゃないかなって思います。ですか、この掲示板みたいなねあるんですけど、ここあそこね、これ見たらね、それです、これを見ればね、でも今いい感じにピン分ポケなってるんで大丈夫ですわ。かるんですけども、はい、あとでも今回早いですね、スタートがね、リハーサルのね、確かに2月ですから、初日が4月って考えたら、スタートが早めなんですけど、1ヶ月以上はありますからありますね。ここからじっくり作っていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。このグループができるときにやっぱりルーツとかアイデンティティで集まったグループがサイキックフィーバーだと思っていて、サイキックフィーバーとして表現するときにできていると思っていても違って感じている時があって、それはある意味アイデンティティとかルーツっていうものは当たり前に違いますし、でも一つその音楽だったりとかパフォーマンスする中で一致させないとダメなところがあって、それを見つけるのはすごく難しくて、これは言葉では表現しづらいんですけど、思いはメンバー全員一致しててもその時の熱だったりとかパッションだったりとか、それこそ生活の状況だったりとか環境だったりとかその日の体調だったりとかっていうものも関わってきたりとか、グループで表現するっていうことはすごく大きな力を生む一方ですごく難しいことですし、常にグループで活動するっていうことに対して悩み続けています。それはグループで活動したくないっていうことではなくて、そのグループの良さを発揮するためにメンバーに自分を理解してもらうのがすごく大切。めっちゃ最高です。耳中豪華っす耳中のイヤホンから流れてる曲が生のバンドの音なんでめちゃくちゃテンション上がりますね。なんか全員が今までこう決まった音に対して歌ってるのもまあ楽しいんですけど、なんかこう全員がそのライブしてる感じ、音も生だし音も毎回一緒のものはないし、なんか絶妙にこの 0.0 何秒とかのこのズレ感とかでなんかもうみんなでこう会話してる感じが、みんな合わそうと思ったら全員が合わそうってなってるし、それがめっちゃ楽しいですね面白い。なんか人の自分じゃないパート聞いてても面白いですねいろんな要素が。歌わないんですよ。これこういうやつ。リハーサルありがとうございました。本番も頑張りますのでよろしくお願いします。おありがとうございました。バンドメンバーの皆さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。もともと去年話したのが去年で、来年ルーツツアーします。でディファレントっていうテーマに必然的にディファレントになるダイバーシティとかいろいろ考えた中でなるってなった時に、自分のルーツのその自分で資料を作ったんですよね。自分でなんかその会社の人になんか作ってもらうのってリアルじゃないし自分じゃないからあれだなと思って、それこそ自分で作った自分の分析したプロフィールみたいなもの、ルーツっていうものと逆に皆さんが思う僕のルーツっていうのも聞きたくて、なんかそれでディスカッションしながらやったみたいな感じで、僕はその軸が空手とその
ダンス歌っていうのとカウボーイスタイルっていうのがあって、そのカウボーイスタイル、空手はもちろんこう幼少期からしてて、でダンス歌は今こうしてサイキックフィーバーでやってて、でカウボーイっていうところがすごくこう側だけとか曖昧なところっていうのがすごく自分は感じてて、なんかすごいそれがなんかカウボーイの人たちにも失礼だし、なんか自分もそれがアイコニックなアイテムだけになるっていうのがすごく自分はあんまり好きじゃなかったので、知りたいなって思った時にちょうどこのライブ前ザ・ルーツのこのライブが始まる前にテキサスに行って乗馬したいなっていうのと、カウボーイの人たちを生で見たいっていうのと、カウボーイカルチャーの中でもこうロデオだったりとかいろんなところ、いろんなそのロデオヒューストンとかが開催されてたので、これはタイミングめっちゃいいぞと、その3月に行きたいなってなってて、で去年からもう、スケジュールは抑えてて、で飛行機も抑えてましたしっていうので今回行って、なんかすごくこう自分の中でのルーツっていうものを確認するとともに、なんかこうやっぱ探そうと思ってまたこれ見つかるんじゃないかなと思ってヒューストンには自分で行きました。実はすごくナチュラルだったっていうのがあって、がっかりっていう感覚ではないんですけど、カウボーイ、僕が思うカウボーイはすごくこうスペシャルっていう言葉が合ってるか分かんないんですけど、すごくスペシャルだったんですよ。なんかこう特別な存在って感じだったんですけど、現地に行って見てみると生活スタイルというか、俺カウボーイですっていう感覚ではなくて、カウボーイなんかアーティストみたいなカウボーイという人たちなんですよね。なんかっていうのがなんかリアルだなって思って、なんかそれがすごい自分はギャップも感じましたし、自分の感覚とのだし、もっと好きになりました。この人たちが生きてる生き方がカウボーイなんだなっていう、なんかこれやってることとか服装がカウボーイなんじゃなくて、この生き様みたいなのがなんかカウボーイメンタリティみたいな感覚なんだなって。なのでカウボーイの人たちが例えばカウボーイハットをかぶってなくてもカウボーイだし、ベルトブーツ履いてなくてもカウボーイだし、なんかそのカウボーイやってますっていう感覚じゃないというか、なんかそれがすごく自分は行って感じたことで、行って食らったギャップもありましたし、それで自分って逆にこうだわっていうのも分かったって感じですね。すごい自分ってグループアーティストになりたかったんですよね。ソロじゃなくて、なんかすっごいそここだわってて自分は。なので結構こう皆さんに伝える時もそうですし、なんか僕の夢ってサイキックフィーバーが売れることなんですよね。なんか僕が売れることっていうよりかは、去年の US ツアー終わって世界各地のファンミーティングとかやって、なんかすごいその思いがすごい募ってきてて、なんか音楽が結構バイラルで売れたりとか、音楽がこうみんなに浸透していった反面、もちろんそれはすごくこう突破口だし、それで楽しますことがアーティストとしてすごいいいって僕は思うんですけど、僕の思うアーティスト像はエンターテインメントなんで、自分がやりたいこととか音楽だけが走るのがすごく怖かったんですよね。楽しませないとダメ、エンターテインメントしないとダメなので、それはすごいこういろんなアーティスト見てても、やっぱり食らうアーティストってエンターテインメントめっちゃしてるんですよね。その表情一つとか言葉の乗り方とか、だから曲があるし、曲があるから人があるし、本当に逆なんですよ。人があるから曲があってっていうのがすっごいアメリカ行ってめっちゃ感じて、うわってなると、今の僕がこうルーツのリハーサルでやりたいなって心がけてたことは、こう音楽がもちろんルーツとしてみんながある中で音楽を表現したいんだけども、エンターテインメントしないとこれはルーツじゃない、僕の中でルーツじゃないと思って、すごくこう
みんなにこう尺のこととか結構僕って言ってたんですよ。でもやっぱりこう自分はその無知な部分、音楽にすごくこう無知な部分もありますし、みんながこういろんな特化してる部分があって、まあいろいろみんなのこう得意分野がありますけども、なんかこう自分は結構お客さんとかファン目線にずっと見てるというか、これ俺がファンになるかなっていう感覚でずっと見てるというか、なんかやりたいことをやってるだけな気がして、なんか俺なんかすごいそのファンの人に今サイキックって答えれてないと思うんですよね。ファンの人が求めてることに対してアンサー一個もできてないと思って、それは何かって言ったらエンタメなんですよね。例えば笑ってほしい時に笑ってないとか、言ってほしい言葉を言ってくれないとか、なんかすごくて、なんかそれって自分に嘘つけってわけじゃないんですけど、すごいそういうことの積み重ねで、なんか一番地に足ついてるアーティスト感に出してるけど、一番ついてねえアーティストなんじゃねって俺はめっちゃ思うんす今なんかリハーサルをしてて、7人が自分ができることとか自分の立ち位置を分かってやった時に多分めっちゃ輝くと思うんですよね。そうやって僕も多分先輩、それこそザ・ルーツ、EXILE3代目、みんな僕が小さい頃から見てきて、もうその法則だったんで、みんなが全員エンターテインメントしていて、一人の人を楽しませてて、一人の人を楽しませてるのに全員で、なのにそれが何千人、何万人っていて、すげえな、なんかすごい、それもうずっと食らってるっすね今。もっと上いける可能性しかないって思ってます。でも僕は最年長なんですごい思うのは、トゥーレイトですね。遅すぎる時もあるっていう、気づかないと、気づくタイミングでその可能性は可能性なのか可能性じゃないのか分かんないですけど、遅すぎると、気づくのが遅すぎると手遅れになるなって思います。この人生で今29歳になって気づくタイミングが全て、あと行動に移すタイミングが全て。売れたいっす。ごまかせてそのままないよ。でもちゃんと大笑顔。ここで貯める。お願いします。お願いします。もう公演ということで福岡公演になります。九州はなかなか来ることができないと思うので、初めての方も多いと思いますので、しっかりと感動をお届けできるように全力で集中して頑張りましょう。What time is it? Showtime! お願いします。音楽、サイキックフィーバーの音楽が流れる前に感じている音楽感とか、サイキックフィーバーってどんなグループなんだろうって知ってる人は、サイキックフィーバーのあの曲とかっていう時がメンバーこういろんなこうファンの人だったりオーディエンスに感情があると思うんですけど、その1曲目の音が鳴った時の
感情っていうものですごく音楽性を感じると思うんで、自分はその音楽の入りっていうのがすごく大切だと思っていて、音楽が鳴り始めた時にそれまで鳴ってなかったものが鳴るっていうとすごく環境状況が変わるじゃないですか、物理的に。そこにサイキックフィーバーの音楽性を表現する扉が開かれると思うので、そこはすごくこう自分の中で身近に感じると思います。まあルーツ始まって4公演目の福岡なんで、まあパフォーマンスは慣れてきて、みんなリラックスしてアイコンタクトとかまあ曲中とかでもなんかいい意味でこう周りをすごく見る時間があったので、なんかこんな風にメンバーがパフォーマンスしてるんだっていうのとか、こうファンの人がこのポイントを歌うんだとか、なんかすごい見えたライブでしたね。まあ距離が近いっていうのもあって、そこが結構印象的な日でしたね。個性あって違った雰囲気を出すこのグループが僕はその一番サイキックの強みだと思うんで、それは海外に受けた理由というか、海外のファンの人もいろんな人が来て、なんか誰が好きっていうよりかはユースツアー回った時にすっごいバランスよくファンの人が一人ずつついてて、すっごいなんかそれが強みだわと思って、例えば1人が売れてとか2人ぐらいが何かでバズって突破口になったっていうアーティストもいますし、でもサイキックって稀に見るグループで全員で進出できた、グループとして進出したアーティストって結構それは海外でもあんまりいないというか、誰かがちょっとバズって入れたみたいなのが多いと思うんで、なんかそこはめっちゃ強みなんで、これメンバー一人一人もそうですし、でもディファレントっていうのはあくまでも自分が出す雰囲気であって気持ちではないと思うんですよ。気持ちは一つであった方が絶対いいと思うんで、ここがサイキック今僕が思う少しずれてるところだなと思いました。気持ちは一つじゃないと絶対にダメで、じゃあ表情もみんな似てくるし、なんかすごいそれが思いますね。希望は、個性があるところ、日本の皆さんをフォローアップしてる感じがその悔しいというか、日本の皆さんはすごい自分が大切にやっぱ思ってたんで、なんかすごいこう寂しい思いをさせたっていうのが悔しいですし、でもこう今こうやっていく中ですごい皆さんめっちゃ応援してくれてるわってめっちゃ思うんで、なんかすごい自信になったというか、悔しい、なんか日本の皆さん離れていっちゃうの悔しいなと思ったんですけど、でもなんかこう今回やってみてやっぱりこう応援してくださる人はたくさんいるんで、その人たちを必ずずっとこう自分たちと一緒にいさせたいというか、いてほしいっていうのがあるので、その思いであと1公演ですけどします今進んでいく時代と変化しているサイキックなんで、とにかく希望とかファンの人に夢を見せたいですね。そうじゃないと僕たちが LDH でやってる意味がないと思うんで、また楽しみが増えたみたいな公演に次なるとめっちゃ、それが次の仙台でやるべき目的かなと、思います。サイキックフィーバーの中西陽吾です。